その後、筋肉が壊れるケネディ病に変わりました。2月から10日ごとに1キロずつ体重が減り、半年で18キロ減、現在47キロになりました。数日後、天心園で祈祷したとき、お母様を助けてほしいという天の声が聞こえ、涙が溢れました。1回目も2回目も、ほとんど正式祈祷もできず、体もフラフラでしたが、今回は初日の賛美薬師からいきなり妻の安心の手がお母様の安心に思い、愛を感じました。そして今まででは考えられない祝福の木に登る聖地祈祷が毎日できています。私は6500層の柏木森高と申します。妻と共に参加しております。平日は IT 企業の経営に携わり、土曜日は農業、日曜日は教会活動をしています。教会では青年向けの説教や父母会長として青年部、家庭部と父母をつなぐ役割を担っています。40日修練会は今年4月から第1回目とし、現在3期目の途中までを明かしさせていただきます。40日修練会の存在は知っていましたが、参加は全く考えてきませんでした。3年前に肺がんで肺を4割摘出し、常に息苦しく、階段10段も上がれば息切れする状態でしたが、会社のことが気がかりで修練会の参加は考えませんでした。その後、筋肉が壊れるケネディ病に変わりました。2月から10日ごとに1キロずつ体重が減り、半年で18キロ減、現在47キロになりました。現代医学では治療法がなく、特に喉の筋肉が減ることで肺炎で死に至ると言われました。死が現実となり、残された命の使い道を尋ね求めたいと考えるようになりました。2月の大薬事で相談センターから長期修練会に参加しようと言われ、会社のことで悩みましたが、家族の強い勧めもあり、4月15日から40日修練会に入りました。しかし、修練会中盤でかかってはいけない肺炎になり、2週間入院しなければならなくなりました。息が吸えず、窒息状態が何度も起こり、死が目の前に来ました。また、棺桶に入れられ、火葬場に運ばれる夢まで見ました。退院後、天心園を訪れて引いた御言葉カードには以下のようにありました。神様の心情を中心に万物万象を抱いてこそ、他のどんな人も占領できなくなり、そこで初めて天運が動き、天下の福がとどまるようになり、エデンの園が開かれるのです。その時から今後の人生の指標となる天の心情を悟ることができるように祈るようになりました。数日後、天心園で祈祷したとき、お母様を助けてほしいという天の声が聞こえ、涙が溢れました。その後、お母様のために何ができるのかを考え続けましたが、見つからないまま修練日程が終了し、一旦日本に帰国しました。病状の方はより悪化してしまい、このままでは会社経営は難しく、役員を辞職し、修練会に参加できるようになりました。日本で40日間の聖書を積んで2回目の修練会に入りました。難病を賛美薬事、安守、徹夜祈祷で奇跡の治癒によりお母様を証しする決意で臨みました。しかし早々に肺炎になり、38度前後の熱が続き、病状もさらに悪化する辛い2期目となりました。内的にはお母様にはべることを考えさせられる期間でした。月始めの御言葉カードは、誠の父母にはべる統一教会の立場は、世の中のいかなる力や勢力も比較できない天の権勢として現れるのですとありました。
ハベルことが天の権勢であることが正直理解できませんでした。まずハベルことを求め、できることからしようと考え、お母様に話しかけながら食事をしたり、道端の木々や景色を共に眺めたりしました。そして賛美薬事の時にお母様の足腰やお口の痛みが和らぐようにと意識していました。何日かするとお母様が今どのようなことをお考えなのかとても気になるようになり、お近くに感じるようになってきました。ただハベルことがどうして天の権勢となるのか解けないまま修練会の最終日を迎えてしまいました。このままでは終われないため、2週間後に3回目の40修練会に最後の決意で出発しました。今回の目的は天の父母様、天の母の信条と共鳴し、今後の生活の中で誠のお母様にハベることができるように、今後の人生すべてお母様に捧げることができるようにといたしました。一旦死んだ立場で会社に戻る道も立ち、すべてをお母様に捧げる人生とする決意をしました。1回目も2回目もほとんど政治祈祷もできず、体もフラフラでしたが、今回は初日の賛美薬師からいきなり妻の安心の手がお母様の安心に思い、愛を感じました。そして今まででは考えられない祝福の木に登る聖地祈祷が毎日できています。さらに1時間の訓読、40杯の敬拝、思いの道、そして10月8日には千人峰にも登頂できる奇跡が起きました。ずっと苦しんできた急に息が吸えなくなる症状も起きなくなりました。風邪もひかず、食事もこんなに美味しいと感じたことはない毎日感謝の日々です。また8月22日に精進様の120聖世に習って始めた条件、ちょうど40日目に祝福の木の聖地で平和の母を訓読すると突然涙が溢れました。ハデベ預言者のお母様を親しく行動される姿こそがハベル姿なんだと理解できましたし、祈りの中で生きて誠のお母様にハベることがどれほど偉大で最大の価値であるかということを心から感じることができました。こうして2期目にいただいた御言葉カードの意味が理解できました。今は10月4日にいただいた御言葉カード、皆さんが宇宙的な天国の理念を身代わりすることができる存在となり、神様の愛と生命と真理の運動を展開すれば、平和の世界がこの地に建設されるでしょうを自分のものとするために取り組んでいます。日曜日に農業奉仕にも参加でき、もっと投入したい気持ちが込み上げてきました。私のカピョン郡の祈祷認知は、カピョン一府タルジョンリです。その地のために生々を尽くします。今期は今までとは確実に違うみなぎるものを感じています。修練会を終えたら、一宮教会すべての二世祝福の復帰に全力を尽くします。また天の父母様が願われる柏木家庭教会勝利のために入宮式前に伝道の実績を立てます。最後にご冥祈祷をいただいている一応教会の皆様のためにしっかり病気を治しご恩に報いたいです。そして天使園安心室のキムドフ室長とスタッフの皆さん、イン・ウンスさん、本当にありがとうございます。またこの期間ずっと私のために1日3回の安視を欠かさず行ってくださり、入院の時には
看病をはじめサポートを尽くしてくださった妻に心から感謝申し上げます。ひろこさん、愛してます。ワンオンマー、サラーミダ、감사합니다。